皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もゲストは山本敦さんです。はい。よろしくお願いします。3回連続ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。もう山本さんは、本当は僕は山本先生と呼びたいんだけれども、ご本人が先生と呼ばないでくれって一回言われたことがあるんで、山本さんと言いますけれども、今日のテーマに通じる本を出されてます。それはこれです。アスリートたちが変えるスポーツと身体の未来。これの山本さんの本はいつもタイトルがね、すごく興味深いんですけども、アスリートたちが変えるスポーツと身体の未来なんです。要するにアスリートたちが自分たちがやることによってスポーツも変えていく。それから体つきですね。人間の体というものも変えていくっていうものをいろんなアスリート、これは面白い人が山ほどで出ています。ちょっとセックスチェックでいろいろ問題になったキャスターセメンヤさんであるとか、大坂なおみさん、それからマルクス・レイムと義足の選手ですね。それから大迫選手、マラソンの大迫選手も出てます。それからボクシングのマニー・バッキャオなん。こういう選手たちが一体どういうことをパフォーマンスとしてやったかということをいろんな先生方が書かれてるんですね。これによって人間の考え方っていうのはだいぶ変わったんじゃないかっていうような、それから未来はどう変わっていくんだろうというようなことが書かれている非常に面白い本なんで、これは、それとこれは後書きの中で、平尾さんも出て、ラグビーの平尾、何さんでしたっけ？僕すぐに頭を。平尾剛さんだ、ごめんなさい。はい、が、あと、対談されておられます。未来のアスリートは一体どのようになっていくんだろうということですね。これは、山本さん、企画を考えられたのは山本さんなんですか？これ、こういう本。はい。やっぱりこれは現代のいろんなアスリートを見ていて、こういう企画が可能だというふうに思われたというところから始まったんですかね。はい。最初はでも現代のアスリートたちへの不満から始まりました。おーっと、はいはいはい。やっぱり1960年代、例えばメキシコオリンピックの時に、はい、黒人のアスリートたちがアメリカの人種差別に反対するパフォーマンスをしましたよね。はいはい。ああいう形で60年代、70年代ってアスリートたちが割と社会を少し変えるような行動を取る選手たちも何人かいたわけですよ。そうですね。アメリカの200メートルのスミス選手でしたがね、黒い手袋をはめて、ね、こう、表彰台の上で突き上げたと。2位になった選手も同じように、表彰台の上で突き上げたと。でも、3位になったオーストラリアの選手も、それに、同調して、そういう発言もしていたということで、これで、アメリカの選手は2人は、オリンピックの選手村から、こう、排除されるんですよね。そうですね。そう。だから、非常に、スポーツマン、アスリートが、反抗もしたし、問題提起もしたし、それに対して弾圧もあったという時代だったわけですね。ちょっとすいません、説明してしまいました。ありがとうございます。でもそういうスポーツっていうものがすごく社会を変える力を持ってたりとか、弾圧されることも含めて、すごく社会的な存在であったっつうの、スポーツが、じゃあ今の日本のスポーツ界を見たときにどうかっていうと、アスリートたちはやっぱり何かこう自分でリスクマネージメントをしていて、本当に言いたいことを言えなかったりとか、やっぱりあとスポンサーですよね。企業とのスポンサー契約があるから、やっぱり自分の意見を言えなかったりとかっていうことが、まあ当たり前になっていて、気づいたらアスリートたちは政治にも無関心だし、社会にも無関心だし、ただただ資本主義の
なんていうのかな、広告塔のような存在としてのみ存在するか、ナショナリズムのヒーローとして、はい。存在する。だから、ナショナリズムと資本主義にはべったりくっついているんだけれど、社会っていうことからはすごく切り離されているのが、現代のアスリートだなというふうに思ったのが始まりで、でも海外に目を向けてみると、今も世界中のアスリートたちは人種差別と戦っているし、女性差別と戦っているし、肉体の不平等をね、克服するような努力をしている人たちもいるし、そういう意味でいろいろな意味で社会との関わりを深めて、社会変革していこうって思っているアスリートたちは、世界各地にはいる。だけど日本のアスリートたちはとってもクローゼットの中に入ってしまっていて、何か発言をしない。で、このことに対して、僕はすごく不満を持っていて、で、できれば日本のアスリートの中で面白い人たちをもっともっと紹介したかったんですけど、まずは海外でこんな面白い人たちがいるよということを、日本の読者とか日本のアスリートの人たちにも、考えてほしいなっていうのがこの本の入り口でしたね。なるほどね。日本ではどうしてもアスリートを取り上げるときには、すごい記録を作ったとか、すごい勝負で勝ったとか、そういったスポーツのことだけを報道するわけなんですけれども、実はその中にメッセージってものすごく込められてるわけですね。それこそアメリカンフットボールのあれは誰だったかな、黒人差別に反対して、キャパニックです。キャパニック。国家に対して、それに対して、膝をついてニーダウンと言われる行為を行ったっていうのがありました。これは東京オリンピックの時に日本の女子サッカーの選手たちも一緒に賛同して、試合前にニーダウンをするという黒人差別に対する抵抗を示すっていうのはありましたね。これはやっぱりこういう流れっていうのはこれからもどんどんと言っていいのかわかんないけど、やっぱり生まれてくるようになるもんですかね。やっぱり IOC がスポーツに政治を持ち込んではいけないという了解を作ってしまっているので、でもその時の提示って、東西冷戦の道具としてスポーツを使うのをやめましょうという意味でのスポーツと政治の結びつきをなんていうのかな、強めることをやめましょうっていう話だったはずなのに、翻ってそれが人種差別に反対する政治であるとか、女性差別に反対する政治にも適用されちゃうことによって、アスリートたちが自分の思いを言えなくなってくる環境がずっと続いてたんですよね。で、アメリカで言うと、2010年代に入ると、若いアスリートたちが、もちろんトランプの出現もありますけど、本当にアメリカの中も人種差別にまみれ始めていくと、多くの黒人アスリートたちが、それに反対する運動の中心に躍り出ていくわけですよね。そういう2010年代の大きな動きっていうのが海外ではあって、で、日本の女子サッカー選手たちって結構アメリカでプレーしてる人たちが多いので。そうです。はい。チームメイトたちが一生懸命社会のために戦っている様子を日常的に近くで見ているので、なるほど。だから女子サッカー選手たちからすれば、アスリートたちが声を上げたり、政治的パフォーマンスをするっていうことは当たり前だと思ってると思いますね。大坂なおみ選手の、黒いブラックマスクの問題もそうですけれども、そういうのが、なんて言いますか、日本のスポーツ界の中では、やっちゃいけないもんだと。要するに政治のことには触れないというのが常識のようになってましたね。これは、でも、東京オリンピックの時も少し変わるような意見が出てきましたね。コロナでやめようという時に、やっぱりこれはオリンピックやめてもいいんだというような発言をする選手も出てきましたし、そういう発言は出てきたっていうのは、これはこれからもかなり強まってくる問題としていいんでしょうか。そう、だから、小崎さんも玉木さんも私も、こういうアスリートたちを応援してあげるっていうのが大事で、サポートしてあげる。やっぱり
キャリアに傷がつく可能性もあるわけだし、はいはい。勇気を出して言うんだけれど、バッシングに遭うかもしれない。はい。でもそれを助けてあげれるのは、スポーツライターであったりとか、そうですね。ジャーナリスト仕事ですね。だと思うので、やっぱ僕らの大切な仕事は、そういうアスリートたちを守ってあげたりとか、勇気づけるような、そういう仕事を僕らはやっぱしていった方がいいかなと思いますね。先ほど東西冷戦のために政治利用されたっていう時に、何が政治利用されたかっていうと、普遍的な、差別に対する反対であるとか、普遍的な、性差別に対する、正当な意見というものも政治的に取られちゃって、アスリートはそういうものを言っちゃいけないんだっていうような空気になってきた。それを、普遍的な問題と政治的な問題を分離しようというようなところで考えていいわけですね。そうですね。うん。だからそういう、ミクロな政治って僕は考えているんですけど、大きな政治っていうと、国家間とか東西とかっていうことだと思うんですが、まあ今多くのアスリートたちはもっとミクロな政治、自分の日常が差別によって脅かされているとかっていう、すごく日常的な問題なんですよね。それに対してすらアスリートが何も言えないっていうのは、これはやっぱり良くないと思うんですよね。なるほど。ただ、一方でさっきちらっと言われましたけれども、トランプ大統領のような人が出てきて、もうトランスジェンダーの問題に対して大反対と言いますか、世の中には男と女しかいないんだというような、何の根拠もない断定を言って、それでトランスジェンダーの選手はもうスポーツの試合に出てはいけないという署名しましたね。先週元 JOC の春日良一さんに出ていただいて、ああいう意見とかから国に入ってくるとき、阻止するようなことをトランプ大統領がやったら、ロサンゼルスオリンピックはできませんからって、はっきり言いましたからね。IOC の方は、LGBTQ なんかに対して、もう、いろんな考えを持っているのは事実です。ただ一方で、トランプ大統領のような人が、大統領例を出すときに、周りになんか子供たちのアスリートというか、みたいな人がいろいろ立って、拍手をしているような絵が出たりもするわけです。女の子が多かったですね。女の子がいましたね。これはどう捉えたらよろしいんでしょうね。これから先のことについて。だからこれから IOC は、セバスチャン・コーが会長になる可能性が高いと言われてますけれど。ますけれども、ちょっと違うらしいですよ。そうですか。いろいろあるらしいですね。先週で春日さんにいろいろ話を聞きまして、なかなか、ある意味、日本の、立候補している人なんかも、渡辺さん。面白い位置にいるらしいとかあります。まあ、結構ですけども、はい。で、IOC 自体がすごく僕問われると思いますね。今のアメリカでオリンピックをやるっていう時に、トランプに支配されて言いなりになるのか、それとも IOC がこの20年の間に広げてきた多様性とかそういう大事な部分を押し通せるのかどうか。ここで僕はもう IOC って一体どういう人たちなのかがはっきり見えるなと思ってですね。逆に見えるなと。トランプのおかげで IOC の姿勢も見えると。これはよく見ないといけないっていうところですよね。トランプはもう、はっきりと多様性に対しては反対っていうことを言ってますからね。これは、ある意味で、春日さんがその時にね、おっしゃってたのは、トランプがあんな発言をして、日本ででも、あれは間違ってるということを言った人がいなかったのは残念だという言い方されてましたね。マスメディアが報じたときに、それに対してコメンテーターが何も言わないのはなぜだということを言われたけど、今山本さんがおっしゃられた、要するに戦っているアスリートを助ける役目というのがスポーツライターなんかのもう仕事になってくるわけですよね。と思います。素晴らしいプレーを言葉に置き換えて物語にするっていうことも僕はスポーツライターとかの大事な仕事だと思うんですけど、でももう一つやっぱりアスリートたちの
社会的な活動とか、差別に反対する運動のリスクを少しでもこう軽減させてあげれるような、そういうライターがもっといないと、だから僕は日本のアスリートが政治に無関心なわけじゃなくて、日本のスポーツを伝えている人たちがあまりにも政治に無関心だと思うんですよ。だからこの人たちがちゃんとアスリートを守ってあげるっていうことが分かれば、アスリートたちだって毎日不満はいっぱい持ってるわけですから、もっと勇気出してちゃんと言っていくと思いますね。で、もちろんアスリートは影響力があるので、多くの困ってる人たちに、それなりに勇気は与えるだろうし。そうですね。私もそういうことを私に教えてくれたスポーツライターの人で、佐世実さんっていう方がおられたんですけどもね、その佐世実さんが私に一番教えてくれたことで面白かったのは、ノーマン・メイラー知ってるかって言われて、ノーマン・メイラーが書いてる文章の中に、報道記者というのは、毛じらみのようなもんだと。それは男女が一番大事なことをやっている時の一番近くにいて、最も関係のない連中だと。報道記者っていうのは、一番大事なところの一番近くにいて、何も関係しないと。それはノーマン・メイラーが、ジョン・ F ・ケネディについて書いたところがあったんですが、報道記者がそこで、カメラを一つ撮ると。その時に、ストロボでケネディを瞬きさせることはできるけれども、ケネディを動かすことはできない。そういうのを佐世実さんが、この本見つけてきちんと読んどけって言われた時に、私がまだ20歳代、20代の時ですね、探して読みました。今も後ろにありますけれども、ノーマン・メイラーの1分間に1万語という、モハメド・アリと、ごめんなさい、ソニー・リストンと、それとフロイド・パターソンの試合を書いた中にその言葉があったんですけど、山本さん、今の言葉いいでしょう？いいですね。佐世実さんって私も随分勉強させていただいたんですけど、なので作品の名前とかどこに媒体に載ったのかちょっと覚えてないんですけど、ボクシングが大きなスタジアムで行われる試合の情景を、最初の書き出しがね、スタジアムは最上階から埋まっていったっていう風に書き始めたんですよ。要するに、移民たちは高いチケットを買えないので、多くリングから遠くの席しか買えないと。でも、アメリカに移民してきたボクサーたちのコミュニティの人たちがいっぱい応援に来てるっていうことを、最上階のから客席が埋まっていったっていう。いい書き出したな。いい書き出したな。これはすごいなーって思いましたね。なるほどね。いやー、今、佐世実さんのらしい言葉、私その文章知らなかったけれどもいいですね。佐世さんが言われたのが白かった大阪ドームができた時にね、記者席が一番上にあるんですよ。で、エレベーターがないんですよ。これは運動になって良いと、俺は考えると。だからいいだろうと。で、ライトが眩しすぎて見にくいと。それも我慢したらなんとかなるだろうと。でも、内野フライが天井に止まるっていうのは、これは絶対に許せないっていうのが書かれてましたね。やっぱり野球というものを知ってるやつが作れよ、球場はっていうのをね。書かれていたので、その見方っていうか、ポイントオブビューですね。それは見事だったなっていうのは思いましたね。まあ、それはともかくとして、そのトランプ的なものの、侵入というんですか。それのもう一方で、先週、春日さんと話したときに、オリンピック自体はやりたい都市がどんどん出ていると。それを日本のメディアはあまり書かないけれども、例えば、ジャカルタであり、シンガポールであり、それから、アラブ諸国でありっていうのが、どんどん出ている。ただ、それが、かつての日本の、発展型オリンピック。要するに、新興国が、新たに言ってみれば古い言葉で、一等国のようになりたいからオリンピックやるんだというようなんではつまらないと。新しい
オリンピックのやり方、新しいスポーツのやり方っていうものをどんどん出してほしいと。で、またそういうことを言っている新しい IOC 会長もたくさんいるんだということを言われたんですね。で、先ほどちらっと名前が出た日本の体操協会の会長、世界体操協会の会長の方は、5大陸の都市で、オリンピックをやると。要するに1都市でやるのはやめるという言い方をされている。これも非常に面白いなと私は思ったんです。そういう意味で変わっていく。要するに選手も変わっていくでしょうけれども、スポーツのイベントそのものも変わっていくっていうの。ここら辺は山本さんはどういうふうに見ておられるか、どういうふうに期待しておられるかっていうのは、どのあたりにありますかね。うん。僕はやっぱりアスリートたちが、今のスポーツに対してどう思ってるのかっていうことを発言したいと思ってる人たちいっぱいいるんですよ。で、おそらく今のオリンピックの仕組みに不満を持っているアスリートもいっぱいいると思うんですよ。だけど、東京オリンピックの時にアスリートできちんと発言する環境を、言論会はやっぱ準備してあげられなかったと思うんですね。で、我々は反対したりとかしていたけれど、でもやっぱりアスリートの思いとか声をきちんと安心して発信させてあげれる環境っていうのは、やっぱりスポーツを書いてる人たちが作らなきゃいけないと思っていて、それがやっぱりね、マスコミではもう無理だと思うんですよ。だからお二人のようなライターとかが、やっぱりそういうアスリートたちの声をきちんと社会的な声っていうのかな。社会的な声を安心して届けられる環境づくりっていうのが大事かな。そうすればやっぱスポーツは変わってくるし、オリンピックだって変わってくると思うんですよね。おっしゃる意味はわかるんですけれども、マスメディアに頑張ってほしいと今心の中で思ったんですけど、マスメディアも変わってくれないと、お前らの方が、力強いだろうと、俺たちよりも。だから、なんとかしろよって、玉川なんとかしろよって言いたいところがあるんですけど、そこはどうですかね？無理なんですかね？メディアは。そうなんですかね。玉川この番組が大きくなれば、そうその影響が与えられるようになる。YouTube の方がテレビよりも価値が高いから今。テレビは若い人たち本当に見てないですからね。大学生たちはテレビ見ないですよ。なるほど。大学で実際毎日教えておられる方の言葉としては、もう傾聴に値する言葉として聞いておきます。私はその辺の感覚がもう全くわからなくなって、嫁さんと二人で朝飯食いながら、テレビ見て、夜も NHK のニュースを見てという生活ですから、ちょっといかんな。変えなきゃいかん。変えましょう。だってね、子供が将来なりたい職業って野球選手と同じように YouTuber なわけですから。なるほどね。今テレビ局に就職したいっていう若者そんなにいないと思いますよ。なるほどね。ということで、山本さん。未来のスポーツ、どのように変わっていくなぁと想像されて、どのように変わってほしいと思われてるか、この二つ、ちょっとお聞きして、これを締めていただきたいと思うんですが、いかがでしょう？玉木さんとちょっと意見が合わないかもしれないんですけど、僕メディアは多様化していて、マスコミではないメディアがたくさん発達していて、だとすると、アスリートたちの声っていうのは、いろんな形で届くようになっているんですよ。国境を越えて。だから、いろいろな SNS も含めて、YouTube も含めて、動画も配信も含めて、多様なコミュニケーションの、チャンネルっていうのが今できているので、だから、この番組ももちろんとっても大事になってくると思うし、それから、スポーツライターもジャーナリストも、アスリートたちと一緒になって、社会を変えていく存在に、僕はなれると思うんですよ。なるほど、ね。だからそのためには、でもメディアも必要ね。でもそのメディアはもうテレビや新聞じゃないなと思っていて。だからこういう新しいメディアとアスリートと
ライターとかが一緒になって、次のスポーツの構想を立てていくっていうことは、とってもいいことだし、そうなっていくんだろうなと思います。なるほど。ありがとうございます。私もこれから YouTube 頑張っていきたいと思いますし、原稿もこれから書いていくの頑張っていきたいと思います。まあ、考えてみれば本当、なんと言いますか、200字詰めの原稿用紙に、2B の鉛筆で書いていて、それでその原稿を編集者が取りに来てくれた、時代から仕事をしている人間が、ファックスに変わり、それからコンピューターに変わり、E メールに変わりというような世の中で、世の中変わらないわけがないんですよね。変わらないのはもう日本のプロ野球かな。最後に、山本さんの前でこう、最後にこう嫌なことというか、嫌なことじゃないですね。言いたいことを言ってしまいました。山本さん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。連続して。またよろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんかこの YouTube では、10人近くまで、人を入れることが可能らしいので、一度大討論会というのでもやってみたいなと思っております。その時には、スポーツは、絶対に、これからも巨人が中止でないといけないという人なんかも、ちょっと一回呼んでみようかなと思ってるんですけど。いるんですか？言いますか？もういないか。あんまり。もういないか。いや、本当に、山本さんありがとうございました。ありがとうございました。次週ですが、スペシャルウィークとして、玉木さんと、作家の伊沢元彦さんとの対談を予定しています。内容はどういう感じになりますでしょうか？内容はね、歴史意識からスポーツを見てみようということですね。今、スポーツの歴史知ってる人、本当というよりも知ってる人じゃなくて、注目してる人がいないんですよね。はい。本当に、ドジャースってどういう意味って聞いて誰も知らない人が、わーって喜んでるのが、これはいけないって。ドジャースという一言でも、どれだけの長い歴史が、その言葉に埋まってるか、そのあたりをこう、歴史家の伊沢元彦さんにいろいろ聞いていきたいと思います。わかりました。じゃあ皆さん楽しみにしといてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。